にちは。今回はダンダダン第2話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。なかなかテンポいいな。ちまるぽはないけどスピード感たねえな。ダントツで面白いなこれ。まあ個性的な監督だれよ。引きが良いな。ババアは決まるポゲットしてるのにまだ何がしたいんだよ。まだをパイも混ぜてないだろう。主人公の能力ターボババアでずっと行く漫画大丈夫なのかな。主人公の能力リスの着ぐるみでずっと行くグレプニルを思い出した。まあターボババは高速移動能力だから汎用性は高い。これってずっと一緒にいないとターボババア出てくるのか。風呂トイレどうするんだろうな。トイレはそもそも一物がない問題も。おしっこができないと死ぬぞ。一物がないだけで女みたいになるんじゃね。文字通りトイレも一緒でないとターボババアが出てくる。そんな手錠で繋がれた部長とニョッツみたいな。助かったと思うよな。こいつら学校行かないで何やってんの。まあ正直学校行ってる場合じゃないんで。 BBA しつこいな。忙しいアニメだな。疲れるな。なんつうか忙しい話だな。よくわかんねえけど面白えな。まあこんなもんだろう。テンポは昔のやつまたアニメにしてるわけじゃないわけだし。なかなか面白いわこれ。いつまでちまる子取られてんのよ。まだテンションと勢いは維持できてるな。こういう巻き込まれタイプの話はキャラの行動理由を作るのが難しい。これ毎回妖怪か宇宙人とバトルするだけみたいな感じなの。そうだよ。のんびりギャグかと思ったらバトルで忙しいのね。サポートに徹するのかと思ったらヒロイン強いんだな。今期最下はヒロインかもしれない。綾瀬さん頑丈すぎない。生身だよね。サイコパワーによるシールドみたいなのがあるのではないかと。今日もドキドキした。なんか怖いよ。お札聞くのかよ。宇宙人なら生きてる生命体だろ。今期で一番面白いかも。ジャンプ漫画にありがちな力技で敵を倒すわけでもないのがいいな。張り手で押し出されて外まで出てから倒すってさ。お相撲さんじゃねえか。お相撲さんだろ。3メートル成人か。ムーでは有名なの。有名。なんで山梨におんねん。どう見ても力士なんですが、それは土俵入りしてるぞい。大量って書いてあるのに、あまりにも予想外の展開の連続でどうリアクションしていいかわからん。めっちゃ日本文化に造形が深い宇宙人。白黒だから CG っぽく見えにくいの発見では。ガンツに影響されてるな。チェーンソーマンみたい。人格が壊れた。このバージョンの声、田中真由美でよかったんじゃ。声とキャラこんな変わるの。よったかくらけん。自分不器用ですから。この展開とセリフもジョジョっぽい。完全にジョジョじゃねえか。ジョジョみたいな言い回しだな。ジョジョじゃねえか。ジョジョみたいなこと言い出した。ちなみにジョジョのパロディは1話に1回くらい出てくる。なんで急にジョジョっぽく。この深さがいいんじゃねえかは。今回だけはね、直さないからいいんじゃないか。木彫のパロディかな。ターボババ決め。田中真由美になっちゃう。やっぱ面白えな。猿って感じの動きやな。ばあちゃん早く来てくれ。最近和歌山市音出過ぎじゃね。鈴代せやな。日笠せやせや。なんだか全然わからんけど面白い。21世紀型のネジ式とでも言うのか。シンプルにウルトラ級だと思うわ。ターボババアの正体が太陽の神で最強の妖怪落ちなんだろう。ヒロインのフィギュア出してくれ。頼まい。メンバーがあと3人増えるのか。最近のジャンプって何かに取りつかれる主人公とか柄の悪いヒロインとか好きだな。ババアとババア激突。一巻しか読んでないけど、ばあちゃんそんなに強くないのか。バケモンにはバケモンぶつけるのがテーマなのか。ババアにはババアぶつけんだよ。結局宇宙人と悪霊どっちだったのよ。この作品は作中時間あまり長い期間は使ってないのかな。短期決戦だよね今のところ。イヤー画面に20分釘付けのアニメは久しぶりだわ。なんつうか
綾瀬さんには毎回エロい目にやってほしいわ。作画と動き、勢いがあれば多少シナリオが微妙でもそれだけで見応えがある。エンタメと若くあるべきっていうお手本みたいな作品だよね。てか面白すぎてやばいんだけど笑い。原作読んでない人はこの可愛らしい猫を何だと思ってるんだろう。笑い。テンポ感良すぎて一瞬で終わる。バトルシーンもめちゃくちゃ良かった。オカルンとモも2人の掛け合いのテンポとカテーションとかが良すぎるからハマってるのでかい。若山紫音さんと花江夏樹さん大好きになっちゃう。やはりアニメのテンポの良さいいね。原作の良さがしっかり残ってて見てて小気味良い。マジで面白いわ。はよ原作の方もジャンプラで読まなきゃな。基本的に強いババアで話が進んでいるな。おお、なんという行き当たりばったりの疾走感。綾瀬さんの実家に帰ったら相撲取り型のフラットウッズモンスターに襲われるとかライブ感がすごい。ターボババア合体形態はかっこいいし頭脳戦要素もあるしでちゃんと少年漫画もしていて飽きませんね。次回も楽しみです。友達になれるチャンスを逃したくなかったオカルンがターボババアの力を使う覚悟を決め掴んだチャンスを逃さなかった覚醒。その覚醒が力だけでなく共闘により桃とのさらなる結束も生んで結果的に友達になれたような結末が良き。ダンダダン面白い。お札を取っただけでこんな影響が出るなんてどうしたらよいんだ。自分の中では超展開ですよ。オカルンの本気に桃の本気にしびれます。あの相撲宇宙人は神社を狙っているのか封印されていたのかまだわからないしどう決着をつけるのか楽しみです。幽霊や宇宙人を相手にどう戦うのか、それが気になってたけど。なるほどね。オカルンは幽霊の力を使って戦い、桃は前回で覚醒した超能力で戦うのか。この2人結構良いコンビになりそう。次回はターボババアを払いに行くのかな。1話より面白い。ギャグあんまりない方が好き。モノクロに赤が入る。神楽鉢もアニメ化するならこんな彩色がいいな。綾瀬さんとオカルンの関係が少し近くなった。綾瀬さんが普通にっていうの良いな。ターボババアの呪い強い。呪いの力を手にしたオカルンと超能力に目覚めた桃に次なる脅威が襲いかかる。ってことでアメリカで目撃されたというフラットウッズモンスターがなぜか力士のような風貌なのが面白いし、モノクロのバトルシーンに赤の差し色が映える。オカルンのババア覚醒がめっちゃかっこよかった。宇宙人に合わせてモノクロいうのか。変身が際立つ魅力的なオカルンやジョジョ風味のセリフが似合う桃のキャラ性もよく、友達が欲しかったオカルンと桃の距離を姿見鏡で2人が映るようにする場面で表現。過程を経てなった2人に対してメガネが落ち桃が映るのも良かった。いや面白い。ノリと掛け合いと怪異がスイングして加速する勢いに気づけば1話終わってた状態にケレンとうさんくささに満ちたオカルトタンもボーイミーツガールな好感、戦う少年少女の格好良さ、バディモノの痛快さがあり、その芯にまっすぐな熱さが流れているのが実に素晴らしい。全体的にかっこいい。小回りとか映像の動かし方とかキャラの会話も BGM も効果音も好き。オープニング良すぎる、エンディングかわいい。どちらも素晴らしい。センスが良い人たちがお金をかけた作品を作るとすごいのができる。休むことを知らず詰め込んでくるね。それなのに力押し一辺倒ではないんだよな。これ作画はそうなんだけどシナリオがまずやばい。それなのに展開に強引なところはなくて心理描写も丁寧なんだよな。これ逆に見てる方が疲れ果ててしまうかも。良い夢見れるぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。